皆さんはムカデ人間という映画をご存知でしょうか？この映画は生きた人間同士の口と肛門を結合させるという人体実験を描いたもの。そしてこの映画、実は実在した人物がモデルになっているんです。その人物こそが今回紹介するヨーゼフ・メンゲレという男。メンゲレはヒトラーが独裁政治を行っていたナチスドイツ時代、殺人工場と呼ばれ恐れられていたアウシュビッツ強制収容所の主任医師だった男。ナチスはここで残忍な人体実験を行っていたんです。そして数ある人体実験の中でも特に非道な実験を繰り返していたのがヨーゼフ・メンゲレだったんです。メンゲレは囚人たちのことをこう呼んでいました。モルモット。残忍な人体実験を繰り返したドイツ人医師ヨーゼフ・メンゲレ。映画ムカデ人間のモデルともなったおぞましい人体実験の全貌とは？そこにはメンゲレという男の凶悪な素顔があったんです。絶賛ウェブエンジニア募集中、ケンちゃんです。みみみこです。なんなのウェブエンジニアって。そういえばなんだけど、私はなんか前から聞いてるけど、まあ現代で言うね、いやじゃあ昔で言うね、昔魔法使いみたいなもんですよ。わかりやすそうでわかりやすいわね。ちょっと前で言うとね、錬金術師みたいなもんですね。募集中です。話は変わりましてね、とっても変わりまして、本日ねご紹介するのはですね、狂気的なやばすぎる医師ヨーゼフ・メンゲレについてです。本日ご紹介する人体実験はですね、非常に凄惨で残酷なものなんで、これは閲覧注意だなと思ったねメトラの皆さん、ぜひコメントで教えてください。ちょっとあまりにそういうコメントが多かった場合、閲覧注意ってちょっとタイトルに入れるかどうかちょっと考えますのでね、皆さんのねご意見をねちょっとお待ちしておりますと。そして今回舞台となるアウシュビッツ強制収容所、皆さんもね歴史の教科書で何度も聞いてるかと思うんですけれどもね、ここがねとっても悲惨な現場になるんです。アウシュビッツ死の天使。遡ることおよそ80年前の1940年、ポーランド南部オシフェニエンチム市読みづれな第二次世界大戦が始まって間もない頃、この静かな町の郊外にある施設が作られたんです。それはナチスドイツ最大の強制収容所、アウスビッツ収容所のこと。夏は40度の猛暑、冬はマイナス20度を下回る極寒の中、暖房設備はおろかまともな食料もない、病気のはびこる劣悪な環境だったんです。もう最悪。もうナチスドイツが崩壊を遂げるまでの5年間、ヨーロッパ各地からこの地へ数多くの人々が運ばれてきたんです。同性愛者、障害者、政治犯、捕虜、そしてユダヤ人。その数はなんと150万人以上にも及んだんです。150万人ってなんかどっかの市の人口ぐらいあるじゃない？いやそうなんですよ、めっちゃいたんですよね。アウシュビッツ収容所っていうのはね、もう人がね人として扱われない場所だったんですよ。そんなね恐ろしい場所において死の天使の異名で恐れられていたのが、今回ご紹介するヨーゼフ・メンゲレという医師なんです。捕らえられた人がアウシュビッツ強制収容所に来ると、まず医師たちによる選別が待ち受けていたんです。もう怖っ。労働力とみなされない妊婦、女性、病人、老人、身長 120cm 以下の子供たちは右、それ以外は左と、選別はいとも簡単に行われました。右に送られた人々が長い行列の末に入れられた部屋はガス室。入れられた者たちの末路は言うまでもありません。アウシュビッツに収容された人たちの10人中9人は再び外の世界に触れることはなく、無残に命を絶たれたんです。いや、ほとんどが収容所で生き残れなかったってことよね。この選別についてね、多くの医師はすごい嫌がったんですけど、ヨーゼフ・メンゲレだけはね違ったとね、元囚人がねこう明かしているんです。彼は何も言いませんでした。何かオペラのアリアのようなものを小さな声で口ずさんでいたんです。それはまるでオーケストラを指揮しているかのようでした。はい右、はい左、右左、右という具合です。つまりメンゲレはこの作業に対して罪の意識などなかったんです。囚人の生死を左右するにもかかわらず、まるで楽しむように選別を行っていたんです。ではガス室行きを免れた人たちはどうなったのか。多くの人は過酷な労働を強いられたんです。しかしさらに悲惨な運命を強いられる人たちも。嫌な予感しかしないよこれ。いや、ミコさん、その通りなんですよ。このアウシュビッツ収容所ではね、非常に恐ろしい実験をこのメンゲレが行っていたんです。ひどいことって、その実験の被験者を選別してたってことでしょ？そうなんですよ。もうね、実験をするために、彼はね、あんなにルンルンでね、被験者対象になるかどうかをね、選別してたんです。もう恐ろしい男ですよ、本当に。そうしてメンゲレは囚人に対して残酷な人体実験を繰り返していったんです。それは麻酔なしで被験者の体を切り開く、ロシア人が寒さに強いのか調べるために生きたまま凍らせる、被験者にわざとマラリアやバクテリアに感染させて反応を見る、こういった到底人間とは思えないような非人道的人体実験を行っていたんです。鬼畜すぎよ、いくらなんでも。
いやまあね、メンゲレもね、生まれた瞬間に鬼畜だったわけじゃないんで、きっかけがあったんですよね。じゃあ一体なぜメンゲレはこのようなね、残虐な実験に手を染めることになったのか。そこにはね、ある人物の影響があったんです。皆さんももうお分かりですよね。狂った思想。遡ることおよそ110年前の1911年、ドイツ南部ギュンツブルグ、読みづらいな、ギュンツブルグ。この町でヨーゼフ・メンゲレは生まれました。父親は農業機械の製造業を営んでおり、裕福な家庭。子供時代のメンゲレは礼儀正しく真面目で勉強熱心だったんです。また、10代の頃のメンゲレは毎日地元のカフェに入り浸るような政治的出来事には何の関心も持たない青年だったんです。そんなどこにでもいるような若者だったメンゲレも、ある一人の男の登場によって変貌していきます。ある男って誰？ヒントは、ちょびひげです。ちょびひげ？はい。岩井ジョニオ？誰だよ。岩井ジョニオよ。誰？その男とはナチスドイツの総帥アドルフ・ヒトラー。ヒトラーが登場すると間もなくメンゲレ一家はヒトラーを崇拝するようになりました。農業支援の政策を打ち出したヒトラーを農業機械を扱うメンゲレの父親が支持することは当然の成り行きでした。そして当然メンゲレ自身も自然とヒトラーの思想の影響を受けるようになっていくんです。その後メンゲレはヨーロッパを代表する名門ミュンヘン大学に入学。ヒトラーの人種差別主義を崇拝していたメンゲレはそれに関わる学問、人類学と遺伝学を専攻することに。そこでヨーロッパでも有名な遺伝学者のフェアシュアー博士の助手を務めることになるんです。フェアシュアー博士もヒトラーの人種理論の熱烈な信奉者でした。その研究はナチスの政治思想の核となる人種偏見を科学的に裏付けるというもの。そしてこの時の研究が後の凄惨な人体実験につながっていくんです。ちなみにね、このヒトラーの思想についてなんですが、ヒトラーはこう考えていたんです。ドイツ人こそが世界最高の民族であり、それ以外の民族は劣等人種である。こう述べてたんですよね。この思想のもとね、数々の人種差別政策をどんどん推し進めていったんです。極端すぎね、これね。その後大学を出たメンゲレは早く出世するためにナチスの親衛隊エリート部隊の SS に入隊。 SS はナチス直属の恐るべき組織なんです。言うならばヒトラーの歪んだ思想の実行部隊。非戦闘員に対する略奪や暴行をはじめとした残虐非道の集団なんです。そして何より恐ろしいのはこの SS はなんと法律に違反しても裁かれなかったんです。いやいや、そんなのやりたい放題になっちゃうじゃないですか。もうね、マジでやりたい方だったんですよ。なんでかっていうと、裁判所のね、実権もね、ヒトラーが握ってたんですよ。だから、SS がね、どんな悪いことしてもね、全部、もみ消してたんです。司法が司法として機能してなかったんですよ、その時のね、ドイツでは。この SS という組織でね、メンゲレはね、実績を積んでね、いろんな勲章をね、得たんです。そして、この功績がね、認められて、1943年の5月30日に、ついにアウシュビッツの主任医師へと配属が決まったんです。こうしてアウシュビッツに来たメンゲレは先ほど述べたような非道な人体実験を繰り返します。そんな中でも彼が特に固執したのが双子の実験。この双子の実験は歴史上最も残虐な実験の一つと言われています。その全容はとても人間の所業とは思えないもの。絶対閲覧注意のやつ来るでしょ、これ。アルゴメトリーってね、歴史の教科書に絶対載せられんもんばっかやるんすけど、そこにこうね、我々の意義があるんでね、目を背けたい、閲覧注意とは言いつつ、ちょっとね、見ていただければと思います。ちなみにね、この双子に対する実験がね、後にムカデ人間のモデルになったと言われているんです。そしてそれはね、非常に残忍なものだったんです。残忍すぎる人体実験。アウシュビッツに赴任したメンゲレは過酷な実験に明け暮れていました。そして1944年頃から双子に特別な興味を持つようになっていきます。囚人を護送する列車が到着するとメンゲレ自らプラットフォームに立ち選別を行いました。双子はいないか、双子はいないか。メンゲレはこう叫び人体実験の対象を探していたんです。怖すぎ。こうして選別された双子たちには恵まれた待遇を用意。それは他の労働漬けの収容者に比べれば天国のように感じられるもの。なんと囚人服を着る必要もなく自由に屋外で遊び回ることさえできたんです。また食事には栄養のある野戦食が分け与えられました。さらに弊社からは時折温和なメンゲレおじさんがおもちゃやチョコレート、キャンディーを手にしてやってきます。ちなみにメンゲレは子供たちをね、車に乗せてね、楽しそうに収容所内をね、ドライブしてたんですよね。全然なんかさっきまでの鬼畜とは打って変わってめちゃくちゃいいおじさんじゃない。もう俺も嫌いだけどね。このように双子たちに慕われていたメンゲレなんですが、彼は双子たちのことをこう呼んでいたんです。私の可愛いモルモットたち。怖えよこのジジイも。要するにメンゲレにとっては実験動物に餌を与えていたに過ぎなかったんです。しかしそもそもなぜメンゲレはこれほどまでに双子に固執したのか。これには大学時代に専攻していた遺伝学の研究とヒトラーの思想が密接に関係しているんです。メンゲレは実はドイツ人を効率的に増やすための双子の量産を目論んでいたんです。なんだそれ。そして双子の研究で成果を上げ有名になることを夢見ていたんです。
おめえの夢なんか知るかっつうのよ、これ本当にね。本当にね。まあ、そしてね、ついね、実験が始まってしまうんです。実験も最初のうちは双子をただ比較するだけでした。目や体の大きさや鼻といった体の全ての部分を比較するんです。全て外見上のものが比べられました。しかし実験は徐々にエスカレートしていきます。まず手始めに双子の瞳に絵の具を注射して瞳の色を変える実験や、健康な双子の眼球を摘出して瞳の観察をしていたんです。さらに双子の血液を入れ替える実験まで。もう本当にこのクソじじい。体中の血液を抜かれて倒れた子供たちに対してメンゲレはこう言い放ったというんです。この役立たずが、もうメンゲレの方が役立ってねえし、そして双子たちはその場で命を絶たれてしまうんです。やばいね。言葉にできないわよ、こんなの。もうマジで狂ってるよね、これね。ほんと。狂気に取りつかれたメンゲレの実験は日々残忍さを増していきました。そしてある時、メンゲレはある双子を一人の人間にしようと考えます。どうやってそんなことを実現させるのか。その方法とは、双子の背中同士を縫い合わせること。つまり人工的にシャムソーセージを作り出したんです。シャムソーセージとは体が結合して生まれてくる双子のこと。彼はこの手術によって2つの臓器が1つの体で機能するかどうかを実験したかったというんです。しかし縫い合わされた双子はその後感染症にかかり悲惨な姿となりました。そして苦しみもがく我が子を見るに忍びないと感じた両親が手術の3日後に自らの手で命を絶ったというんです。その後1945年1月17日、ドイツ軍の戦況もかなり劣勢となり、攻め込んできたソ連軍がアウシュビッツ収容所を解放する直前、メンゲレはグロースローゼン強制収容所へ移りました。そしてドイツ敗戦後は各地を転々と逃亡生活を送ることになるんです。逃げやがってんじゃない。逃げやがったんだ、あいつは。本当に。ちなみにね、メンゲレは1年の間にね、1500人もの双子に手をかけて生き延びたのがたった100人だったんです。めっちゃ鳥肌立ったの。1500人1年の間に。そうなんです。だから1日ね、2、3組の双子実験で手をかけてたんですよ。でも100人しか生き延びなかった。もう本当になんか良心とかないのかなと思いますけどね、本当に。その後ね、終戦後を迎えるんですけど、終戦後のメンゲレのね、生活っていうのはですね、アウシュビッツ収容所での生活とはかけ離れたものになっていくんです。逃亡生活。1945年の終戦の後、メンゲレはフリッツ・ホルマと名前を変えて逃亡。アウシュビッツを去った後、一旦アメリカ軍の捕虜になります。当時ナチスの SS 隊員の腕には戦争で負傷した時のために血液型の入れ墨がありました。そのためシャツを脱がせ腕を上げさせれば SS 隊員を識別できたんです。しかしメンゲレは入れ墨をしていませんでした。このため彼はこの識別方法から逃れ解放されたんです。もうまんまと逃げやがって。でもさ、入れ墨がなかったのはどうしてよ、このせいよ。まあなんか明確なね、理由はわかんないんですけど、そもそもメンゲレがね、いた親衛隊って90万人いるんで、90万人確かにこう入れ墨全員が入ってるかっていうと、まあ、入ってないやつもいるよねっていう、まあ、説もあるんですよね。そして終戦から4年後の1949年、逮捕を恐れたメンゲレは南アメリカへの脱出に成功。あれほど多くの人を屈辱的で残忍な方法で死に至らしめたにもかかわらず、犯罪者として裁かれることもなく、あらゆる追跡から逃げ延びたメンゲレ。南米に逃れたメンゲレはまずアルゼンチンで10年を過ごしました。そこで彼は贅沢で王侯貴族のような生活を営んでいたというんです。あれだけひどいことしといてさ、ふざけんじゃないわよマジで。もうなんかね、逃げてんのもクソだしね。まあアルゼンチン政権はそれ受け入れてるの意味わかんないですけど、アルゼンチン政権当時ね、元ナチスの軍人をね、結構招き入れてたんですよ。しかもメンゲレのね、実家って農業機器のね、製造会社として結構成功してて、めっちゃ金あったんで、逃亡先のね、メンゲレね、その金を送ってたっていうのもあって、それでね、メンゲレね、逃亡生活成り立ってたんですよね。どいつもこいつもどうなってんのよ、ほんと。その後、各国を転々と逃亡したメンゲレは最終的にブラジルにたどり着きます。そして終戦から34年後の1979年2月7日、支援者の夫婦と共にバカンスに出かけた海岸で海水浴中に心臓発作を起こし亡くなったんです。去年67歳でした。のうのうと生け延びて、ほっくり勝手に死んでさ、つぐらってて死ねって思うけどね。彼は彼なりにね、ずーっと逮捕に怯えてビクビクしながら生きてて、ちっちゃな物音ですよね、びっくりしてね、生きてたらしいんですけど、そんなんじゃ足りないですよね、彼の罪の償いっていうのは。メンゲレは逃げ延び裁判による処罰を受けませんでした。しかし彼は死ぬまで逮捕に怯えるという罰を受けたとも言えるかもしれません。甘すぎるけどな。最後にブラジルで暮らすメンゲレがドイツに残した実の息子に宛てた手紙を紹介します。そこには以下のような文面が並んでいました。私は命令に従っただけだ。アウシュビッツではさもなければ反対側のグループに入れられていただろう。私個人は誰一人殺してもいなければ負傷させたり体に害を加えるようなことはしていない。収容所で多くの病人を助けたのに私の善行については報道されていない。
何自己正当化してさ、こうやってほんとムカつくほんと終始。まあなんか逆にね、ここが怖いポイントでもあって、レンゲでさ、1400人を1年で殺すような男だったんですけど、なんかこう逃亡生活でね、ビクビクしたりとか、意外にこう人間らしい一面もあるんですよ。ここにやっぱね、不気味さがあるんですよね。そういった感情があるのに、なんであんなことをしたのかっていうね、このなんかギャップみたいなところが、やっぱこう怖いんですよね、僕は。なんか両親が働くはずよね、そういうビクビクするぐらいなんか別に心も正常だったんならね。一般的に悪というのは普通ではない何か特別なものと思いがちなんですが、ナチス幹部アイヒマンの裁判を傍聴したユダヤ人哲学者ハンナ・アーレントは著書イエルサレムのアイヒマン悪の陳腐さについてにこう綴っています。悪とはシステムを無批判に受け入れるということである。でも善悪を自分で考えないってことじゃない？これは。まあでもそれってさ、めっちゃ大事っすよね。前、アルゴメトリでも紹介したミルグラム実験の動画っていうのもね、これに該当するかなと思っていて、で、皆さんもね、あると思うんですよ。集団で生活してて、なんかこう自分よりね、偉い人とか、仲いい人とかがさ、A の方が正しいって言うと、自分は B の方が正しいと思ってても、なんかこう、A の方が正しいんじゃないか、みたいな、この善悪の判断っていうのが、周りの人に流されてしまう。そして自分の本質的に思っていた正解という部分がね、薄まって流されてしまうっていうのはね、人間誰しもあるところなので、こういったね、ミルグラム実験だったり、今回の動画を見て、逆にそういう自分を外からね、メタ認知って言うんですけど、見ることによって、間違った選択をね、起こさないようにするっていうのもね、また一つ大事なんじゃないでしょうか。皆さんもね、ちょっとね、過去振り返ってね、そういう間違ったこととかあると思うんですけど、ちょっとコメント欄でね、懺悔じゃないですけど、なんかもしあったらね、教えてください。